日差しがめっちゃ眩しい。どうもサブチャンです。ピノノです。よろしくお願いいたします。今日はめちゃめちゃ気温が暖かくて20度超えらしくてですね、ポケ活日和な気温なんですが、ちょっとネタを思いつかばないなと思ってサブチャンネルの動画を撮影しております。サブチャンネルもね、定期的に更新していきたいんだけれども、ネタが思い浮かばなくてライブ配信しちゃうことが多いんですけれども、ご了承ください。そんな中でもチャンネル登録してくださっている皆さんありがとうございます。でね、ここ最近さ、私思ったことがあって、私福島県に戻って約3年ぐらい経つわけなんですが、いやー、年取るの早ーと思ったわけ。私ね、28歳なんですよ。 YouTube 始めたのが21、22、そんぐらいの年に始めて、もう28歳、アラサーってやつです。いやー、年はさ取っていくんだけれども、全然頭と心がさ成長していなくて、ずっと幼稚なままなんですけれども、いや、この数年間いろいろありましたよ。ありましたけれども、4年間ぐらいですね、コロナで私の青春の20代ピチピチの頃がね失われたわけで、ちょっと今28歳になって、あの時あれはやっておけばよかったとか後悔していることがたくさんあってさ、でちょうどさ30歳になるじゃないですか。あと2年経ったら30歳になるから、それまでにやりたいことをね、私リストアップしました。てか皆さんってありました？ 30 歳になるまではこういうことやっていきたいなとか、こういう感じになりたいなみたいな、多分あったと思うんですよ。私もね、28歳になった今だからこそ思う、感じるわ。ここに私のね勉強ノートがあるんですけど、ここに書き込みました。テプラでさ「シノ」って書いて「シェジョンウェンジャーヨー」って書いてるんですけど、これ中国語の勉強頑張ろうということで、このノートに中国語のね勉強してるわけです。私中国語の勉強してるんですけど、本格的に中国語の勉強し始めたのが一昨年の夏秋そのぐらいなんですよ。でそっから中国語の教室を通ったんですね、半年ぐらい。なぜ半年かと言いますと、教えてくれている先生がですね、中国に帰っちゃったんですと思って。で教えてくれる先生もさ、オンラインならいいよみたいなこと言われたんだけど、一回試しにオンラインでやったけど、オンラインはちょっとなって感じだったの。対面がいいなと思ってさ。で約半年ぐらいである程度、基礎の部分とかできてきたから、参考書とか買って勉強してるわけです。今はオンラインでちょっと私は耳聞き取れなかったんだよね。対面がやっぱいいわ。こんな感じで中国語の勉強をしているんですけど、私が今勉強しているのが中国語の簡体字と言われているものなんですよ。台湾で使われているのは繁体字で、中国本土とかで使われているのが簡体字ですね。台湾の人とコミュニケーションを取りたいから中国語の勉強を始めたんですよ。だから繁体字を勉強するべきじゃないって思われるかと思うんですけれども、中国語の先生にまずは簡体字から習って、その後繁体字を勉強しましょうって言われたんですね。なぜかというと、日本で勉強できる環境が簡体字の方が多いからです。参考書とかもそうなんですけど、まずはこっちの簡体字から慣れていって、その後繁体字を習っていこうかなと思っています。でここ最近ね、私 HSK っていう中国語の試験を受けたんですよ。3級なんですけど、中国語の試験って日本で受けられるのだと1級から6級まであるのかな。それ以降はちょっと分かんないんだけれども、英検とか漢検と違って数字が大きくなればなるほど中国語の検定は難易度が高くなるってものなんですよ。で3級は、初心者の分類なんですけれども、それ受かったんですね、ここ最近嬉しいことに受かったことによってモチベーションもアップしたんですけれどね、今はちょっと4級の勉強をしております。でこれ見て、30になる前にやりたいこと、なりたいことって書いたんだけど、あんまなりたいことがなくてさ、10個書いたんだけどさ、まずね、1つ目は台南へ再度行きたい
前さシティサファリで台南に行ったんですけど、その時シティサファリがやっぱメインになっちゃって、で勉強不足で全然台南のことを知らずに行っちゃったんだよね。だからそれがすごい後悔してて、台南にもう一回行ってちょっと学び直したいというか、歴史の部分を見たいなって思っています。台南ってすごくさ魅力的で、日本統治時代の建物とかもそうなんだけれども、オランダが統治した時もあって、日本とオランダのとあとは台湾の文化が入り混じったところなんですよね。だから非常に魅力的な場所で、それはもともとしてたんですけれども、あ、こういう場所もあったんだみたいな場所も結構あったので、また台南に行きたいなと思ってます。で2番目は佐世保へ行って木彫りのマンホールが見たい長崎県なんですけど、ここ最近長崎県の観光ポケモンに電流が選ばれたじゃないですか。それもちょっとね見たいなと思っています。で3番目は台北国立博物館と故宮博物館に行きたいんですよ。これは台湾のことなんだけど、博物館に行きたい。で4番目は9分に行きたい。9分も先月2月行ったんですけど、大雨で全然見れなかったんで行きたい。で5番目は沖縄の首里城に行きたい沖縄に行きたい。首里城見たいですね。見たことあるんだけれどもまじまじと見てなかったから、もう一回見たいなって感じで、6番目は函館の五稜郭に行きたいです。五稜郭は1回も行ったことないから行ってみたいんだよね。で7番目は東南アジア1カ国は行きたいこれ東南アジアっていろんな国あるんですけど、この東南アジアの中でも行きたい国が3つありまして、まず1つ目がマレーシアで、もう1つがベトナムで、最後にカンボジアですね。これのどれか行きたいなって感じです。一番マレーシアが行きたいな。8番目は京都に行きたい。で9番目は寝台列車に乗って中国旅。これに関しては中国ポケモン GO できないからっていう感じだね。でも中国のそのなんつうの世界遺産とかはたくさんあるから、世界遺産見たいなって感じですかね。で最後10番目がこれになりたいことなんだけど、その試験を5級受かりたいっていう感じですね。こんな感じで書いてみた。アラサーになる前にやりたいよね、こういうこと。でもさ、普通さこの年齢ってなると結婚とかさ考えるんですけれども、今っていろんな楽しみ方があるじゃないですか。だからさ別に結婚しなくてもいいかななんて思ったりもするんだよね。でも結婚はしたいけどね、いつかは。できるかな。多分私みたいなわがまま人間ってできないと思うんだよね。自分のことばっかりしか考えてないからさ、結婚ってほんと難しいと思う。うちの両親とかはさすごいなと思うもん。私みたいな子をさ今の年齢になってもさ面倒見てるわけじゃん。それ私やれって言われたら無理だもんな。そんな感じですね。30になるまでにいろんなことやりたいんだけど、実際叶えられるかはわからないです。で意外とね見てみると結構いろんな場所に行きたいなっていうのが私のやりたいことで、だからサブチャンネルの方では今後いわゆる旅系動画みたいなのやっていきたいなと思ってるんですけど、皆さん見てくれますか？見てくれる、ありがとうございます。自分の好きなことをサブチャンネルでやっていきたいなと思っています。応援してくれる人ね、多分たくさんいると思うから旅行きたいな。4月どうしようかな。どっか行こうかなそんな感じです。サブチャンネル以上。ほな。